こんにちは。今回はこの模様編みを紹介します。長編みで作る模様編みです。裏も表もこの模様は同じ模様になります。編み図で説明します。この模様は1模様が鎖編み6目です。今回は4個の模様を作りますので、24目の作り目に最後に1目プラスして25目の鎖編みを編みます。1段目は鎖編み1目を編んで根元に細編みを編みます。次に鎖編み2目を編んでから未完成な長編みを細編みの隣から1、2、3、4、5目の未完成な長編みを作り、一度にまとめて引き抜きます。次に鎖編み3目を編んで、次の鎖編みの裏山に細編みを編みます。これが一つの模様になります。これを4個作り、最後は細編みで終わります。2段目はここから鎖編み3目を編んで、1段目の鎖編み3目のスペースに未完成な長編みを2目編み入れ、これを一度に引き抜きます。次に鎖編み3目を編んで、1段目の未完成な長編み5目をまとめたところに細編みを編みます。ここから鎖編み2目を編んで、次は1段目の鎖編み2目のところに未完成な長編みを2目編み、1段目の細編みに未完成な長編みを1目編み、次の鎖編み3目のところに未完成な長編みを2目編んで、全部で5目の未完成な長編みを一度に引き抜きます。次は鎖編み3目を編んで、1段目の未完成な長編み5目をまとめたところに細編みを編みます。2段目の模様はこの模様になります。これを繰り返して、最後は細編みを編んだところから鎖編み2目を編んで、1段目の鎖編み2目のところに未完成な長編みを2目編み、1段目の細編みに未完成な長編みを1目編んで、これを一度に引き抜きます。3段目は1段目と同じ模様を作るのですが、編む位置が少し違います。鎖編み1目を編んで細編みをその根元に編みます。次は鎖編み2目を編んで未完成な長編み5目を2段目の鎖編み2目のところに2回編み、1段目のまとめた上にある2段目の細編みのところに未完成な長編みを1目編み、次の鎖編み3目のところに未完成な長編みを2目編んで、これを一度に引き抜き、次は鎖編み3目を編んで2段目のまとめたところの頭に細編みを編みます。これを繰り返します。4段目は2段目と同じ編み方で、5段目は3段目と同じ編み方になります。では編み方を紹介します。作り目の鎖編みは25目編みました。ここから1段目です。鎖編みを1目編んで、その根元の裏山です。この根元の裏山のここに細編みを1目編みます。糸をかけて引き出して、糸をかけて2本の糸を引き抜いて細編みを1目編みました。次は鎖編みを2目編んで、今編んだ細編みの隣の鎖編みの裏山です。裏山を拾って未完成な長編みを編みます。
針に糸をかけて隣の鎖編みの裏山に針を入れ、糸をかけて引き出し、糸をかけて針にかかっている2本の糸だけを引き抜いて未完成な長編みを作りました。これをあと4回作ります。未完成な長編みを鎖編みの裏山に全部で5回作ります。これで3回。4回。5回です。未完成な長編みが5目できました。これをすべて一度に引き抜きます。針に糸をかけて、この全部の糸を上に引き上げながら一度に引き抜きます。これで未完成な細編み5目を1目にまとめました。次はここから鎖編み3目を編みます。1、2、3目の鎖編みを編みました。次は細編みです。細編みも隣の鎖編みの裏山に針を入れて細編みを1目編みます。この模様が一つの模様になります。同じように鎖編み2目を編んで未完成な長編みをここから1、2、3、4、5個編みます。未完成な長編みを鎖編みの裏山に針を入れ1、2、3、4、5、鎖編みの裏山に未完成な長編みが5目できました。これを一度に引き抜いて、次は鎖編みを3目編みます。そして次の裏山に細編みを編みます。これで2つの模様ができました。これをあと2回作ります。1段目の模様が4つできました。最後のところです。ここから鎖編みを3目編んで、最後の細編みのここに編みます。ここに細編みを編みます。これで1段目ができました。2段目はここから鎖編みを3目編んで編み地を裏返します。次は今編んだ鎖編み3目のところに未完成な長編みを2目編みます。これを一度に引き抜いて、この模様の半分の形を作りました。次は鎖編み3目を編んで、1段目の未完成な長編み5目をまとめたところに細編みを編みます。このまとめたここの位置です。ここに細編みを1目編んで、この模様の半分が今ここにできました。次は模様全部を作ります。ここから鎖編みを2目編んで、次は未完成な長編みを5回編みます。
鎖編みのこのスペースにこの2回、1段目の細編みのところに1回、そして次の鎖編みのスペースに2回未完成な長編みを編みます。この鎖編みのスペースに未完成な長編みを2回編み、次は細編みの頭に未完成な長編みを編み、次の鎖編みのスペースに未完成な長編みを2回編みます。これで未完成な長編みが5目できました。これを一度に引き抜いて、次は鎖編みを3目編みます。そして次は1段目の未完成な長編み5目をまとめたここです。ここに細編みを編みます。これで2段目の模様の1つ分です。次も鎖編み2目を編んで、次の未完成な長編みはこの鎖編みのスペースに2つ、細編みに1つ、鎖編みのスペースに2個作ります。未完成な長編みを1、2、3個目は細編みの頭です。3、このスペースにあと2回作ります。4、5、これで5目の未完成な長編みができました。これを一度に引き抜いて、ここから鎖編みを3目編み、次は1段目の未完成な長編みをまとめたここに細編みを編みます。次は鎖編み2目を編んで、また未完成な長編みをここに2回、1回、2回と全部で5回未完成な長編みを編みます。これを一度に引き抜いて、次は鎖編み3目です。そして1段目のまとめたところに細編みを編みます。次はこの最初の反対側の半分の形を作ります。ここから鎖編み2目を編んで、このスペースに未完成な長編みを2回編み、次はこの細編みの頭のここですね、ここに未完成な長編みを1目作ります。これで未完成な長編み3目ができました。これを一度に引き抜いて2段目が終わります。次は3段目です。3段目は1段目と同じ編み方ですが、編む位置が違ってきます。鎖編み1目を編んで編み地を裏返し、今3目の未完成な長編みをまとめたこの位置に細編みを1目編みます。次はこの2段目と同じようにここから鎖編み2目を編んで、この鎖編みのスペースに未完成な長編みを2目、細編みに未完成な長編みを1目、そしてこの鎖編みのスペースにも未完成な長編みを2目編みます。未完成な長編みを鎖編みのスペースに2回編み、次は細編みの頭に1回編んで、次は鎖編み2目のスペースに2回編み込んで、これを一度に引き抜き、鎖編み3目を編んで、前段の未完成な長編み5目をまとめたこの位置に細編みを編みます。これを繰り返します。次も鎖編み2目を編んで、
鎖編みのスペースに未完成な長編みを2目、次は細編みに未完成な長編みを1目、次は鎖編みのスペースに未完成な長編みを2目編んで、5目の未完成な長編みを一度に引き抜いて、次は鎖編みを3目です。そして前段のまとめたところに細編みを編みます。これが3段目の編み方です。こことここにも同じように編んでいきます。鎖編み2目を編んで、未完成な長編みを5回編みます。これを一度に引き抜いて、次は鎖編み3目です。そしてまとめてある前段のまとめたところに細編みを1目、もう1回模様を作ります。鎖編み2目を編んで、未完成な長編みを1回、2回、3回、4回、5回作り、これを一度に引き抜きます。鎖編み3目を編んで、最初のところに引き抜き編みをします。2段目の鎖編み3目を編み、次に長編みの未完成な長編み2目を1目にまとめたこの位置です。ここに細編みを編みます。これで3段目ができました。4段目は2段目と同じ編み方です。鎖編み3目を編んで、ここと同じように編み地を裏返し、鎖編み2目のスペースに未完成な長編みを2目入れて、これを一度に引き抜きます。あとはこの2段目と同じようにこの模様を3つ作り、最後は未完成な長編みを3目一度に引き抜く編み方です。松編みを反対にしたような編み地ですが、この間にスペースが入り、少し面白い柄ができると思います。繰り返し模様ですので、慣れると編み図を見なくても編めるようになるかと思います。いろいろなものにお試しください。かぎ編み模様の編み方を紹介しました。